ゲーム実況もう遊びじゃないんで、今。ゲームをプレイしてる体験と、ゲームをプレイしてる人を見る体験に、体験としての価値の差はないわけなんですよ。人のゲームプレイを見たいっていう需要があるはずなんですね、絶対に。例えば、教会とか、薬草とか。薬草ってお前絶対ゲームで覚えただろうみたいな。ので、後半に行くんですけれど、ゲーム体験について、さっきと被る部分もあるんですけれど、この辺をお話しできればと思うんですが、さっきはお金の話をしてたんですけど、ゲーム実況についてどう思ってるもんなんですか？さっきのもありましたね。その推理系のゲームはどうしてもネタバレになってしまう。じゃあ FF7 のそのリメイク、今だとリバースが出ましたと。初日からストーリーがあるゲームを配信することについて、みんなどう思ってるのと。これだからお金関係なくゲーム実況どう思うってなった時にどう感じるでしょうね。これはですね、世代格差もありそうで、僕らみたいなおじさん世代はですね、はいインターネットがないときに、それこそジャンプとか V ちゃんとか買ってですね、一生懸命事前に情報を集めたんですね。で、それがそのゲームを体験する前の事前の体験。基本的には僕はゲームをプレイする前に情報があること自体は問題ではないで、そこでいろんな想像をしたり、自分がプレイしたらこういう風に楽しいんだろうなっていうことを考えながらゲームをプレイする時間を待つっていうのは、悪いことじゃないと。で、ただその昔と現代で違うところは情報の量と精度が圧倒的に違っていて、もうプレイしてるもの、このものを瞬時に見れるわけですね。しかも無料で。あたかももう自分がプレイしたかのように感じてしまって、そこで満足しちゃう人もたくさんいるんだろうなっていうのが違うところだと思うんですよ。で、その自分が買ってないけど、自分の好きな実況者がやってるのを見て、一緒に追体験したような気持ちになることに対して、そのゲームをプレイしたという体験になるのかどうかっていうのは、ちょっと違うと僕は思うんですね。それはゲームプレイ体験ではなくて、ゲームをプレイしてる人を見たという体験をしている。そのゲームの実況を見るのが好きなんですっていうことは別に悪いことじゃない。はい。ゲームをプレイしてる体験とゲームをプレイしてる人を見る体験に体験としての価値の差はないわけなんですよ。で、ただ問題は、プレイ体験をしたいのに、情報がいっぱいあって、なんかそこっちに気が取れてて、どうしても見ちゃうとかですね。売ってる側が狙った通りのプレイ体験が届けられないっていうような状況にあるんであれば、ちょっとそこは問題なんですけれども、ただですね、世の中の仕組み的にもうここは止められなくて、じゃあメーカーさんが、これは何日までは、もうどうか配信しないでくださいって言ったところで絶対誰かやるじゃないですか。社会システムとして配信が先に来るっていうのは、多くの場合もう止められないと思います。なので、ゲームを出す側も、それを前提として、じゃあどうやって楽しんでいくのかなっていうのを考えないといけなくて、例えばマルチエンディングがあったりとか、配信では網羅できないような分岐があるとか、バトルが面白いとか、マップが広いとかですよね。大型のゲームでなくても、そういったことを配信をされるだろうなっていうことを考えて作らなければいけないのかなというふうに思いますね。だから多くの人に遊んでほしいというのが叶うと同時に配信はされるので。いや、そうなんですよね。インターネットっていうツールがあるにはあるんですけれど、これって小さい頃に人ん家に行って、人がプレイするゲーム見るのとどう違うのっていう、友達同士の中で圧倒的にゲーム上手い人っていうのがいて、私も時のオカリナのラスボスは人ん家で初めて見ました。小学生にガノンドロフってなかなかいけないというか、水の神殿、闇の神殿超えらんないんで、人ん家で見て、その人がすごく上手くって、エンディングを初めて見て。そうですね。昔からね、友達の家で自分が買ってないゲームを友達がやってるのを見るっていうのはね、ありましたよね、確かに。かといって、私の実力では家にある時のオカリナクリアできないんですもん。だから、見なければ、人ん家で見なければ、時のオカリナを私が買ってクリアしたのかっていうと、買ってはいましたよ。買ってはいましたけど、クリアできてないんですもん。いうのがあって、それとどう違うの今、現代って。で、さっき言ったように、年取りすぎてもうゲームができないとか、あと、小学生だと、失敗するのが苦手でとか、僕はゲームが苦手だから、プレイは自分ではできないっていう人もいて、そういう人が人のゲームプレイを見たいっていう需要があるはずなんですね、絶対に。ゲーム実況がなければその人はゲームを買ったのか、もしくは金の話は今忘れるパートなので、ゲーム体験としてその人がその純粋なファーストインプレッションでのゲーム会社が求めていたエクスペリエンスをしてくれるのかっていうと、そんなことないと思うんですよね。そうですね。くじけて終わりだと思うんですよね。
何か問題があるとすると、強制的に見せられちゃうっていう問題があったりとか、FF7 すごい楽しみにしてて、すんごい楽しみにしてて、絶対見ないとと思っても、僕めちゃくちゃ好きなんで、やっぱ見ちゃうんですよね。だってそのコンテンツ自体がもう好きで、しょうがないんですから、それを見るなっていうのはもうめちゃくちゃしんどいです。それをね、意思で防げるかっていうと、まあ無理ですし、なんかふとした時に流れてきたら、はって見ますよね、やっぱね。はい。Twitter とかね、誰かがこう流してると、やっぱ見ちゃうんですよね。ゲームファン同士そこは配慮しようぜみたいな世界なのかもしれないですけど、体験としてかなり変わってきたなというのは、感じるところでございますね。だからこれをどうすべきかについて、まあ、はい今のままでいいのか、業界ルールみたいなのを作るべきなのか、私は今のままに置いとくのがいいのかなって思って今そのゲーム体験に関して、もう全面的に見てもらってもいいよ。PVP のゲームはそうだと思うんですけれど、隠すものなんて何もないだと思います。で、一人用のゲーム、例えば今のファイナルファンタジー7リバースってもう全部配信していいようになって、時代が徐々にこう公開型になってきてるなって感じているんですけれど、まあ、ゲーマーっていうのが語り継いでゲームを粗末にしてはいけないよと。ちゃんとゲーム会社がこういうことを感じていて、こういう風に大事にしていくべきなんだっていうのを、ゲーマーが語り継いでいくのが一番かなと私は思っています。ゲームの配信というものが産業として非常に新しいというか、文化としてまだ新しいので、配信とか動画を見て、このゲーム面白そうだって言って買うこともあるよ。で、まさにそうなんですね。いい面もいっぱいあるので、じゃあ一概にルールを作って縛るかっていうのは非常に難しい話だと思いますので、サイさんおっしゃったように、倫理的にやっていくべきところかなという気がしますよね。ゲーム開発の方、特に AAA みたいな、まあなんか何百人何千人といる会社の人ではなくって、個人で開発してらっしゃったりとか、数人で開発してらっしゃる方の横のつながりを作るっていうのが、社会に求められているのかなと感じました。ゲーム開発者の方ってゲーム実況やってる人と会ったことないですよね、多分。ない方の方が多いんじゃないですかね、多分。特にインディーの方などは。実況者の皆さん聞いてますか？いや、ほんと、ゲーム実況もう遊びじゃないんで、今。体を削りながら配信しているので、ゲーム実況者同士もコミュニケーション取る余裕があんまりなくって、頑張って引っ張り出さないと、私たちもコミュニケーション取れないんで。僕今ちょっと開発者側にとってで話しましたけど、まあでもそうですよね、実況の方もやっぱり、僕もなんか最近ちっちゃな YouTube チャンネル開いてやってるんですけど、大変ですね、本当に。本当大変だなと思いますね。今日これを一通り受けて Q&A タイムをしようと思っています。ライブストリーミングを通してゲーム購入を促す方法は何が考えられるでしょうか？こちら側からするとですね、パブリッシャーとかデベロッパーからすると、冒頭で、このゲーム買ってくださいねみたいなことを一言添えていただけるだけで多分、いいと思うんですけど、ただあれですよね、チャンネルやってると最初にそれを言うと離脱される説みたいなのもあって難しいんですかね。動画は、やっぱコンテンツ、なんかまとまった一つのコンテンツなんで難しいところがありますよね。でもライブ配信については、あんま離脱はないだろうなと思っているので、ゲーム会社がゲーム実況のガイドラインに実況するんだったら、その日の開幕とか、その日の終わり、どっかで一回、このゲームぜひ購入してください。だから Steam とか、なんかエピックストアだとかで、いくらです。よろしくお願いしますみたいなことを言うようにしろみたいなのを入れるのはありだと思います。この問題僕もちょっと考えたことがあって、まあ、宣伝をしてくれていないっていうことに関してもやっとする開発さんって結構いらっしゃるんですけど、実はでも配信者の方って概要欄に書いてくれていたりとか、はい。Twitter で配信見てくれてありがとう、面白かったので買ってみてくださいねって言ってくれてたりしますよね。実はやってるのに、やってくんないなって思われてる説もあると思います。いや、人類結局そういうなんか恋愛みたいなすれ違いで、そうですね。問題になるんですよね。いや、結構難しいんですけど、まあ、やろうとする姿勢は忘れてはいけないなって思っているので、私もその動画の詳細欄にはこのゲームをやった時ですって絶対書くようにはしています。はい、買う URL を。はい。そうやって PR してくれようと思ったことに関してはめちゃくちゃ多分嬉しいと思いますよ、本当に。いっぱいいい質問が来ているのでびっくりしています。実況者とゲーム制作会社って交流してもいいもんなんでしょうか？デメリットもあるからやんない方がいいのかなと思っています。競技シーンから来ている人の意見ですね。仲良くなりすぎると言いたいこと言えない問題とかそういう話。ですよね。言いたいこと言えないとか、ゲーム実況者の意見がこうゲーム会社に反映されすぎてしまうとか、そこだけが仲良くなってしまって、他のユーザーが置いてけぼりになるとか、
いろんなことあると思っています。交流はでも、しないよりした方がいいかなって私は思っています。特にインビは絶対した方がデメリットはないと思っていて、やっぱ思いを伝えてほしいっていうのがありますし、まあ、このゲームがなんでこうなってるかとか、どういう発想で生まれてるかとか、どう遊んでほしいとか、全部教えてくれるわけですね。ただやるよりも話を聞いてきたんですけど、実はこういう思いでこのシーンでできてるらしいんですよ、みたいなのって、より深くなるので、まあ、ちょっと手間はね、かかりますし、聞いたことを全部配信できるわけじゃないっていうのもあると思うので、少なくともデメリットは少ないかなと思いますね。で、あったから配信しないといけないってこともないので、交流されるのはもうむしろ推奨したいぐらいですね。どんどんやって。孤独じゃないところを作るというか、こうコミュニケーション不足とかによって生じる問題をなくすっていう意味でも交流した方がいいと思いますし、あと仕事でやってきた感じ、いろいろ言われたんですよね。ゲーム実況者の人って思ったよりいい人だったみたいなので結構聞いたんですよね。AAA の会社の方からは。そこがだからお互いにコミュニケーション取って、まあここまではいいよ、ここからはダメだよみたいなのとかが、こう、意思が取れたりするといいのかなって感じています。次の質問。ゲームが提供できるゲーマーへの価値についてどれほどの未来を見ていますか？すっごく難しいことをお伝えされていると思うんですけど。ゲームが、僕ゲーマーだったんで、はい。今ゲームで仕事してますよね。もうこれ価値すごくないですか？ゲームが僕に提供した価値って。私今ゲームで飯食ってますからね。はいはいはい。で、まあ、ちっちゃい頃ってよくね、親とかに、そんなゲームしないで宿題やんなさいとかって言われたんですけど、もうちょっと宿題サボってゲームやっといた方が、仕事になってたかもしれないぐらい。若い頃のゲーム教養って今出ますもんね。出ます。本当に、あの時に親の目を盗んで一生懸命やったゲームの、あの時の、なんというか、得たもので僕今飯食ってますって感じですね、本当に。まあ、それってもう取り返せない経験なんで、まず、ゲーマー加藤はめちゃくちゃゲームから未来をもらっているっていうのが一つで、あとはね、僕は海外に行って感じるのは、なんか、やっぱり日本のゲームやってる人たちがいっぱいなんかそこかしこにいてですね、で、わけのわかんない日本語喋るんですよ。例えば、教会とか、薬草とか。薬草ってお前絶対ゲーム知って覚えただろうみたいな。なんかすごい偏った日本語を覚えてるわけですね。でも、そんで仲良くなって、お前何ドラクエやってんのひょっとしてみたいな。なんか、あんな素晴らしいゲームが FF に負けてることに僕は文句があるみたいなことを言う外人とかがいたりして、まあ仲良くなったりするんですね。なんかそういうのって単純に面白いし、素晴らしいなと思うんですね。共通の話題になってなんか一緒に盛り上がれるとか、あのゲーム良かったよな、そうだ、いいよねとか、お前今何やってんのみたいな。まあこれがやっぱね、エンタメとしてのゲームの良さで、割とですね、ミャンマー人とかにも友達いるんですけど、共通な言語がほぼないわけですね。でも友達になるんですね。はい。なんで、ここはなんかもう素晴らしい。未来はきっとみんなスマートフォンで、ね、ゲームね、もっとアフリカの人とかもね、ゲームやったり、ね、ちょっと日本語のゲームそのままやって変な日本語、アフリカ人が覚え出すかもしれんし、あんまり大したこと考えてないんですけど、まあなんか、そういう可能性があって、みんなと話せるゲームは、まあいいもんだなと思いますよね。いや、というね、ちょっと抽象的で複雑なお話をしたんですけれど、こういう感じになります。動画でやってほしいゲームとライブ配信でやってほしいっていうゲーム制作者側ではっきり分かれた希望があるもんなんでしょうか？ないでしょうね。これはないんじゃないですかね。配信する側の方の都合でいいんじゃないかっていう。実際ライブ配信と動画って結構違うメディアで違うものを伝えるんですよね。だから動画でうまくいっても配信でうまくいくとは限らないし、配信してる人ってやっぱり演技とかそういうのが下手なので動画みたいな作り物をちゃんと作るときに、まあ抑揚とか見せ方とかでやっぱ動画の専門家すごいなって感じることはあるんですけれど、じゃあゲームがそれで何か違ってくるかっていうと、いや、そういうことはないなと感じています。そうですね。はい。私もそう思いますね。なんか作ってる側で、これは配信生でやってほしいとか、なんかそういうことはあまり考えないと思いますね。なんで、ここはもうね、ご自身のやりやすいようにやるのがいいんじゃないかな。あんまり心配しすぎなくていいんじゃないかなっていう気がいたします。ゲームのブランド付けという意味で配信者に求めることはありますか？今ないと思うんですが、今後という意味で気になります。画質よく配信してほしいよな。画質、結構出るんで、やっぱり人によって全然違う。せっかく作ったゲームの画質、人によって全然違うので、そこはまず画質はあると思いますよ。元サービス側のかっこいい。はい。いや、全然違いますもん。本当に全然違います。やっぱそこはいい方がいいですね。はい。なんか思ったより画質悪いやつがいっぱいいるんですよね。はい。で、なんだかんだでやっぱり売れてる配信者の方って、目に見えない努力がいっぱいあって、
やっぱ売れてる人っていうのは画質がいいです。いろいろな理由でそうなるんですけど、まあ逆で、画質悪い人売れないんですよね、基本的に。目に見えないところでいろいろなことが発生していて、でもやっぱりこう人と一緒に時間を過ごすんだから、ライブ配信って今日も皆さんすでに私と90分ぐらい時間を過ごしてるんですけれど、人と90分一緒にいることなんてないじゃないですか。全然。確かに。90分の動画皆さん最近見ましたかっていう。そんな中で画質とか低かったら嫌じゃないですか。っていうので、オーディオや、画質とかのクオリティは高くないとねって思っています。動画の中で、このゲームマジ面白いねって言ってくれてるだけで嬉しいんですけど、っていうのが、流してくれたことに気づいてないことが結構あるんで、一言教えてくれたら見に行ったりとか、ツイートして宣伝したりとか、前向きに配信してくれてるのって嬉しいので、なんか、たくさん人が来るようになんか協力したいな感っていうのは作ってる側にもあるんですよね。一言ご連絡とかいただけると喜んでもらえるケースが多いんじゃないかなっていう気がいたします。配信の方からすると、事前に言うとなんか注文つけられるんじゃないかとか、やめてくれって言われるんじゃないかみたいなのがやっぱあるのかもしれないですけど、ほとんどの場合、ありがとうございます、本当ですか、見に行きますだと思うんですよね。そう、ハッシュタグつけてツイートしてよとか、配信にハッシュタグつけて検索しやすくしてよみたいなのは、まずあるでしょうね。そうすると喜ぶし、制作者が褒めてほしいツボを抑えて、ちゃんと配信内で褒めるみたいなのはありますよね。こここだわってそうだよねみたいなの。単純に嬉しいですね、それは本当にね。うん。関わったタイトルは出した次の日とかにもうめちゃくちゃエゴさして探しますね。めちゃくちゃエゴさして探してツイートしまくったりするんですけど、これでも漏れる、やっぱり。はい。全部は無理だったりするんですよ。なので、教えてくれよって思ってますね、僕らは。宣伝するときにちゃんと正式名で出して、はい、制作者が見つけやすくするのは結構喜ばれることなんだと思います。うん。じゃあ、加藤さん、今日お越しいただいてありがとうございます。いや、ありがとうございます。日本のゲームね、やっぱり海外に広めていきたいなっていう時に、配信とかって結構、いい世の中だなと思ってまして、僕の外国人の友達とかって結構見てるんですよね、日本語で。やっぱ日本語ペラペラになってくれてたりとか、日本に来たいとか、秋葉原行きたいとか、日本のゲームオタクと話したいみたいなことを思っていただけるので、まずゲームを作ってる人と、配信してくれてる人と、そのサービスを提供してるプラットフォームの方のおかげなので、すごく僕はありがたいなと思っておりますので、どんどん発展していってほしいなと、今日は話していけると思っていました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。とても楽しかったです。はい、ありがとうございました。失礼いたしますね。失礼いたします。ありがとうございます。はい、失礼いたします。